きっとここには雲がたくさんいます。天井から光が差し込んでいます。バグって吹っ飛ばされました。この卵に中の具材をつけて、そして食べます。やっほー。今日も来てくれてありがとうございます。今日は VR チャットのワールドを散策して、そこで出会ったものをゆっくりな日本語で表現していきます。ぜひリラックスしながら楽しんでいってください。では、始めます。さあ、やってきました。ここは夏のワールドです。目の前に大きな雲が、これは積乱雲ですか。空まで高く積もっています。これは風鈴ですね。日本の夏に家の中とか窓の近くとかに飾って風が吹いたらこの下の紙がなびきます。揺れます。そしてこの中にある棒がこのガラスの風鈴に当たることで音が鳴ります。涼しい音が奏でられます。だから音を聞いて夏を涼しむためのものです。ここには大きな虹がかかっています。日本の虹は7色あります。国によって虹の色は分類が違います。2色、7色、もっとたくさんの色を虹の色として分類する国があると聞きました。日本は7色です。海がきれいですね。この海は浅いです。ここは大きな旅館のような建物があります。スイカがいっぱいお皿の上に乗っています。このスイカは三角形に切り取られています。ここで座ることができるみたいです。これは切る前のスイカ。丸い形をしています。立体的には球体と呼びます。スイカの模様が美味しそうですね。日本ではこのバットで今のようにスイカを割ることができます。それをスイカ割りと言って、日本の夏ではビーチでスイカを割ります。このスイカ食べれるようなので食べてみます。食べた跡が見えますね。歯の形をしています。しっかり最後まで食べきりました。スイカの種は食べる人と食べない人いますが、ほとんどの人はスイカの種は食べないですね。日本ではたまにスイカに塩をかける人がいます。皆さんはどうやってスイカを食べますか？猫ですね。猫と和解せよ。和解っていうのは仲直りのことです。ご飯食べるかな？お腹が空いている猫なのか、それともお腹がいっぱいの猫なのか。でもこの猫は動かないです。水鉄砲があります。銃で撃つとき、
日本語ではバキューンとかバーンとかそういった言葉で表現します。擬音語、それをオノマトペと表現したりもします。これは蚊取り線香。水の近くには、または自然の近くには蚊がたくさんいるので、これで煙を出して蚊を寄せつけないようにします。ここでずっと喋っていても面白くないので、ちょっと探索します。カゴ。これはワープポイントですかね。行きましょう。家の中に入ってきました。電気はつけれますかね。つかないです。薄暗くて涼しそうな色です。全体的に青色、水色、そういった感触です。外に出ることができます。花、綺麗ですね。麦わら帽子が空を浮いています。空を飛んでいます。投げるとぴょーんと飛んでいきます。いいですね。日本の畳があります。こういった部屋を和室と呼びます。座布団があります。クッションっていうこともできると思いますが、上に座るために置いているものは座布団と呼びます。クッションはソファーの上に置いたりします。唐揚げかな。美味しそうですね。ナゲット。どっか行きました。これはせんべいですね。日本のお菓子です。硬くて醤油とか塩の味をしています。扇風機がついていますね。時計は今10時10分30秒を指しています。この10時は外が明るいので午前10時、朝の10時です。夏休みみたいですね。朝に学校に行かずに家でゆっくり過ごす時間、リラックスできて良さそうです。これは日本酒、酒を入れるものですね。下に降りることもできます。こっち側、行き止まりです。見えない壁があります。海には行けるんですか？海にも行けないですね。このワールドはここだけです。小さくて箱庭のようなすごく落ち着く場所です。広すぎずに狭い空間で自分だけの場所でまるで秘密基地のように過ごすっていうのは僕の理想的な環境です。これは日本で有名な昔からある飲み物、ラムネです。中にガラスのビー玉と呼ばれる玉が入ってます。小さい玉。そしてその玉を飲み終わった後に取り出すっていうのがこのラムネという飲み物の楽しみ方の一つです。サイダーのような味がして美味しいです。いいですね。すごく落ち着きます。でも、現実世界でこのような場所に来たら、きっと虫がたくさんいます。
嫌な話をしますが、きっとここには雲がたくさんいます。蜘蛛の巣が張ってたりとか、蚊がたくさんいたりして、窓を開けていると部屋の中に虫がきっとたくさん入ってくることでしょう。そう考えるとゲームの中でこういった場所に来るのがちょうどいい距離感なのかもしれません。じゃあ、このワールドは楽しめたので次のワールドに行きます。さて、新しいワールドに入ってきました。ここは廃れた、古くなったモール、ショッピングモールですね。人がいなくて、どこか物寂しい、または懐かしい雰囲気があります。色も夕焼けの光のような暖かい色をしています。さっきの水色の青色の部屋のような涼しい色を寒色と言いましたが、こういった暖かい色を暖色と言います。木が生えています。木の周りには小さな木、草とか雑草とか、そういったものが生えてます。ゴミ袋、黒いゴミ袋の中にゴミが入っていて、口が閉められています。縛られています。結ぶとかも言えると思います。これは蜘蛛の巣の表現ですかね。さっき話した蜘蛛の巣ですか。ここはちょっと通りたくないですね。ここガラス表現なので、もしかしたらこれは割れたガラスを表現していたのかもしれません。どっちにしても危ないので真ん中を通ります。段ボールには何も入っていません。行きましょう。ガラスの瓶が落ちています。小さい葉っぱが地面からたくさん生えていますね。椅子が倒れています。このエスカレーターはもう古くて止まっていますね。登ってみましょう。天井から光が差し込んでいます。光が入り込んで差し込むって表現することができます。余談ですが、こういった光の差し込みによって光の筋、光の線が見える、その現象をチンダル現象と呼ぶらしいです。地面は少し光っています。テカテカしています。どういった素材でできているんでしょうか。地面は古いので苔が生えていますね。緑色の苔。ここの鉄格子もすごく曲がっています。ここは壊れかけていますね。灰皿かな、それかお皿か。もしかしたらこの誰もいない廃墟に人が2人入ってきて一緒にお酒を飲みながらタバコを吸ったり何か喋っていたのかもしれません。そう考えるとどこかに人がいそうで少し怖いですね。ここにもありますね。これはスプーン、お皿でした。タバコの灰皿じゃなくてお皿です。ここはもしかしたらレストランか何かなのかもしれません。ご飯を提供してお客さんがここでご飯を食べていたのかもしれません。
これは天井が剥がれています。天井のタイルが剥がれて落ちかけています。下に行くと危ないので遠くから眺めます。すべてのシャッターが閉まっていますね。シャッターにも苔が生えています。その周りにはツタが垂れ下がっています。ぐるっと一周してきました。特に何もないですが、それがまたいい雰囲気を出しています。このゲームでは音楽が聞こえます。動画では音楽を消していますが、実際このゲームをプレイすると何か声のようなものが聞こえます。これはトイレですね。トイレを少し丁寧に言うと、お手洗いということができます。お手洗いとトイレ、この2つの表現を覚えていれば十分だと思います。このワールドもすべて探索できたので、次のワールドに行きます。あ、やってきました。ここはさっきと比べてすごく綺麗ですね。大理石とか、金色の馬の模型があったりとか、ろうそくがあったり、リラックスできる雰囲気です。そして高級感があります。ベッドの布団もすごくテカテカしていて、光を反射している。滑らかに見えますね。手触りはきっとサラサラしています。枕1、2、3、4、5、6。枕が6つあります。そんなに使うんですか？いつも思うんですが、ベッドにはなぜ4つの枕が最低あるんでしょうか？ダブルベッドなら2つの枕で済むはずなのに4つの枕があります。その理由わかる方いたら教えてください。ああ、このライトもいいですね。直接光が出てくるのではなくて、中で反射した光が柔らかくなって周りを照らすような光です。本棚ですね。本がたくさん並んでいます。机の上にはスプーンとナイフとフォークがありますね。これはワイングラスかな。観葉植物もたくさんあって落ち着ける内装、落ち着ける家のデコレーションです。外に出ます。おー、綺麗。わあ、感動する。今はデスクトップのパソコンでプレイしているのですが、僕は VR デバイスを持っているので、一人でプレイするときは VR でここのワールドをプレイしてみたいと思います。きっと感動します。いいね、このネットが張ってある。ここに座って、そして流れてくる水に、海の水に足をつけて。うわー、いいな。おお。びっくりした。バグって吹っ飛ばされました。海の中に入ってもしっかりと視界が青くなって海の中に入っているよって感じられます。そういう表現も作り込まれていますね。いいですね、高級感が。もしかしてこれ屋根の上に乗れるっていうわけではなく、ただ
光が差し込むためにカーテンのような、天井につけられたカーテンのような役割を果たしているだけですかね、これは。さすがにこんな感じのハンモックではないですね。回ってみましょう。温水かなこれ。プールがあります。プールか、それともジャグジーか。いいな。ここで塩水。あ、落ちちゃった。登れないですね、これ。海の塩水をあの中のジャグジーで、またはプールで洗い流すことができます。海の中に入ると進む速度がゆっくりになります。ちょっと待ってくださいね。操作が難しい。よし。引き続き探索します。これはきっと竹でしょう。竹っていう植物の素材です。ここはバーになっていますね。お酒がいっぱいあるので。それにしても至るところにライトがついていますね。まだ昼間なのにすべてライトがついています。こっち側行ってみましょう。船がありますね。船にジャンプして飛び乗ってみます。乗れました。中に入ることはできないです。これを使って船を操縦することができます。船を操作することができます。この部分で風を受けて、その風で船をまた操作することができると思います。奥の方には別の島がありますね。奥の島には木がたくさんあって植物で溢れているようです。こっちは雪山のように見えますが、ここって雪があるような植物じゃないので、きっとあれは雪山ではない何かだと思います。それにしても海が透明で綺麗ですね。これ本当に現実世界の海のように見えます。あそこの岩は真ん中に穴が開いています。いいですね、これ。こういうところに旅行しに行きたいです。ただ、すごく高そうなので、今の僕の財力、今の僕のお金では絶対に来れないところです。なので、今はとりあえず VR チャットで我慢します。このワールドも良かったですね。次のワールド行きます。次は家の中に行きます。ただいま帰ってきました。サボテンが2つあります。このワールドは以前僕も訪れたことがあるんですが、日本のアパート、日本のマンション、日本の家に似た構造をしています。ここは玄関ですね。玄関に傘が1本置かれています。ここから外を覗くことができます。誰か訪問者が来たら、この穴から外を覗きます。これは郵便物を入れる場所です。特に紙とかポスターとか新聞、そういったものを外から中に入れる場所です。電球がありますね。電球の中には土と植物があります。
部屋の中に入りましょう。掃除機ですね、これ。特にダイソンっていう会社の掃除機ですかね。見覚えがあります。この掃除機はすごく強力で、僕の家でも以前使っていました。コンセントからケーブルが伸びていて、電話につながっています。今ではこういった電話、固定電話と呼ぶんですが、固定電話を使うことが少なくなりました。スマホとか、そういった新しい機械があるので。これはインターホンですね。外から誰かがインターホンを押すと、電話に出たりとか、ここの画面で誰が来たかを確認することができます。家の中にしっかり消火器がありますね。これは電子レンジです。中に食べ物を入れて、このボタンを押すことで温めることができます。あとはよく使う機能として、解凍、冷凍されたもの、凍っているものを溶かす。それを解凍って言います。これはマヨネーズですね。マヨネーズを出すことができます。日本のカジュアルな表現として、何にでもマヨネーズをかける人をマヨラーって言います。それに対してこっちはケチャップです。ケチャップとマヨネーズは定番の調味料ですね。これはわさび。ツンとした刺激的な味をしている緑色の調味料です。日本で寿司を食べたことがある人はわかると思いますが、寿司とか、あとはそばとか、そういったものにわさびを使います。この生わさびの生っていうのは加熱されていない、火が通っていない、そのままのっていう意味があります。ボンド。調味料の中にボンドが混ざっています。木工用ボンド。ボンドは何かを止めるときに使うものです。例えば、木材を、ひっつける、接着するときに使います。木工用っていうのは、特に木材に対して使えるという意味です。ちなみに、日本の100均、100円ショップでは木工用ボンドが売っています。便利な時代ですね。お好み焼きソース。お好み焼き、お好みソースって書いてます。お好み焼きっていうのは大阪の食べ物。実際、大阪の食べ物って言えば賛否両論あるんですが、大阪でよく食べられます。他の都道府県でも、他の都道府県でできたお好み焼きの味があるので、実際はどこが発祥なのかは僕にもわからないです。ここはキッチンですね。たくさんの道具があります。ハサミとか、お玉とか、これは油、これは包丁。包丁を握って食材を切ることができます。これはまな板ですね。まな板の上に食材、食べ物を置いて包丁で切ります。これはフライパンですね。四角いフライパンは日本の卵焼きを作るために便利です。食器がたくさんここで乾かされています。
たわしを使ってまたはスポンジを使って食器を洗います。水を流して汚れを洗い流します。ここには洗剤、食器用洗剤があるので、これも同時に使えます。これは加湿器です。加湿っていうのは空気の湿度を上げる機械です。加湿するというと空気の湿度を上げるという意味になります。これはポテトチップス。美味しそうですね。ただ、油がたくさん含まれているのでカロリーが高いです。健康には注意して食べないといけないです。いろんな種類のクッキーもありますね。この家には2匹の金魚がいますね。赤い金魚と黒い金魚が2匹水槽の中で泳いでいます。こたつの上には鍋があります。この料理はすき焼きだと思います。この卵に中の具材をつけて、そして食べます。これは生卵。さっき言った生の加熱されていない、調理されていない卵です。日本の卵は生でも食べることができます。テレビがついています。やかん、蓋が閉まっています。この黒い部分をつかむことで持つことができます。他の金色の部分を触ると熱くてやけどするので、この黒い部分を持ちます。小さい冷蔵庫にはいろんな種類の飲み物があります。決めるって書いてますね。決めるっていうのはカジュアルな言葉です。覚醒するといった意味です。エナジードリンクとかそういった種類の飲み物がたくさんあるので、決めると書かれています。お酒とか。ティッシュと紙コップ、それと水もしっかり用意されています。お酒を飲んだ後は水分もしっかりと補給しないといけないので、いいですね。でも個人的にはこの水も一緒に冷蔵庫の中に入れておいてほしいなって思います。これは日本の布団ですね。さっき言ったように地面が畳でできています。なので和室です。和室は落ち着いた雰囲気があります。布団が2つあるので誰かと同棲しているのだと思います。一人暮らしではないのだと思います。段ボールが積み上がっていますが、どうやら中は空ですね。もしかしたらここに引っ越ししてきて、そして引っ越しした後の段ボールがここに置かれているのかもしれません。でも、すごく家は綺麗で、たくさんのものがすでに整えられて準備されているので、もしかしたら引っ越ししてすぐではないのかもしれません。Amazon の段ボールがありますが、スペル、綴りが違いますね。これはクーラーとかエアコンのリモコンですね。エアコンに向けてリモコンを押すとクーラーが動きます。暖房かクーラーか。
時期によって異なりますが、エアコンといえば問題ないです。夏はクーラー、冬は暖房。両方とも使える表現がエアコンとなります。ここはトイレです。お手洗いとも言うってさっき話しましたね。友達と喋るときはトイレって言っていいと思います。トイレットペーパーがしっかりと補充されています。まだほとんど使われていません。トイレットペーパーが山のように積み上がっています。ただ、ちょっと取りにくそうですね。すごく高いので、トイレットペーパーは取りにくそうに見えます。カレンダーがあります。今日の撮影日、27。7月の27。バレてしまいました。これは風呂ですね。洗濯機があります。鏡もあります。鏡を押すと反射することができます。綺麗に僕のアバターが映っていますね。ここにはタオルをかけることができます。手を洗ってかけられたタオルで手を拭くことができます。ここにはゴミ箱があります。例えば、ここで何か新しいものを開けたり、新しい歯ブラシを開けたりした時の袋とかゴミをここに入れることができます。これはきっとバスタオルをかけるものです。このタオルのかける部分よりも長くて大きいので、バスタオルに適していると思います。風呂から出てきた時にバスタオルがすぐ手に取れる。風呂の中にあるこれは体を洗うためのタオルをかけるところだと思います。小さな桶とか椅子がありますね。シャンプーとリンス。これは浴槽とか湯船って言いますが、日本ではよく浸かります。毎日湯船に浸かる人も多いです。ここで温度の調整ができます。今は41度と書いてますね。石鹸もありました。石鹸はボディーソープよりも体に優しいものが多いです。なので僕は個人的にボディーソープではなく石鹸を使っています。風呂の中はきっと湿度が高いですね。お湯によって加湿されます。この家は探索したので、今日はこの辺りで動画を終わりたいと思います。目に見えたものを表現するシリーズは、この動画で2つ目です。もし気に入っていただけたらコメントください。もっとたくさんの動画を作ります。そして、いろんな種類のワールドがこのゲームにはあるので、たくさんの表現が学べると思います。日常的に使うけど、単語帳からは学べない言葉。例えば、こういったごま油とか、まな板、そういったたくさんの名詞も学ぶことができると思います。あとは僕が思いつけば日本に関する話題を散りばめて一緒に話していくので楽しめるかなと思います。では、高評価、チャンネル登録をお願いします。次の動画で一緒にまた話してくれると嬉しいです。バイバーイ。